扇風機の向き、このくらいでいい？いや、私は暑いのには慣れてるから大丈夫だよ。多少暑いなって感じても、うちわとか濡らしたタオルで対策できるし、こっちのことは気にしないでいいからね。嘘だ。さっきからずっと汗だくで暑苦しそうな顔のまんまだし。無理せずに扇風機使いなって。変に我慢して、熱中症で倒れたりでもされたら、笑い事じゃなくなっちゃうもん。ほら、ちゃんと風に当たって。うちも君のお家みたいに、エアコンがついてればこんな押し問答もしなくて済むんだけど、不便な家でごめんね。それにしても、本当に立派になったね。最初玄関開けた時、声聞くまで君だってわからなかったよ。最後にこっちに来たのって何年前だっけ？確か3年か4年くらい前だったかな。たった4年でここまで変わるなんて、やっぱり男の子って成長早いね。え？ふーん、そう？褒めてくれるのは嬉しいけど、今の君に昔と変わらないねなんて言われたら、なんだか子供扱いされてるみたいで複雑だな。私の方が年上なのに。冗談だよ。それだけ君が大人びたってこと。おじさんとおばさんは元気？ああ、そっか。今はもう一人暮らししてるんだったね。いいなあ。一人暮らしなんて、私にとっては夢のまた夢みたいな話だよ。ほら、うちのお父さんって昔から結構頑固というか、過保護気味なところがあったでしょ？だから、私たち姉妹が家を出たいって訴えても、女の一人暮らしなんて危険すぎる。絶対にダメだって言って、聞く耳持たないのよ。まあ、警察の取り締まりとか監視カメラの設置がしっかりしてる都会と、そこら辺が甘い田舎とじゃ、治安の良さがまるで違うってのはあるんだろうけどさ。いつまで経っても親と一緒に暮らさなきゃいけないだなんて、まっぴらごめんだよ。はあ、うん。さっき玄関でもちらっと話したけど、今はみんなそれぞれ用事があって出かけてるんだ。お父さんは仕事で、お母さんは買い物。それからあの子は、友達の家に遊びに行くって言ってたかな。あれ？どうかした？いや、今すごくほっとしたような顔でため息ついてたからさ。何か心配事でもあったのかなって思って。へえ、そう。そういうわけじゃないんだね。ならよかった。とりあえず、今はしばらく誰も帰ってこないことだし、二人でゆっくりおしゃべりでもしておっか。君と会えなかった間、どんな面白い出来事があったのか、詳しく聞かせてほしいし。私？いや、私はいいよ。見ての通り、こんな寂れた田舎町じゃ特に変わったことなんて何一つ起きてないもん。ほんとだって、私も他のみんなも、ずーっと同じ生活を続けてるまんまだよ。だから、見た目も君からしたら昔と変わってないように見えるのかもしれないね。いろいろ聞きたいことはあるんだけどさ。まずはやっぱり、どうして4年間も会おうとしてくれなかったのか、教えてほしいな。君が多忙でこっちに来れないってだけならまだしも、連絡先消して私の方から会いに行くことすらさせてくれなかったじゃない？おじさんやおばさんとはやりとりできたとはいえ、何の前触れもなくいきなり音信不通になっちゃったから、
すごく心配してたんだよ。ねえ、教えて。どうして急にそんな冷たくなったの？私、何か君の機嫌を損ねるようなことをしちゃった？違うの？じゃあ、もしかして、4年前の、あれが原因なのかな？あ、やっぱりそうなんだね。本当に、ごめんなさい。いくら仲がいいとはいえ、いとことそういう関係になろうとするだなんて、おかしいよね。ううん、君は謝らなくていいの。あの時の私、ちょっとどうかしてたから。いとこっていう関係じゃなかったとしても、私なんかじゃ、君には到底不釣り合いだっていうのに。でも安心して。今は、きっぱり心を入れ替えて、これからは余計なことを考えずに、君の人生を手助けできるようにするって誓ったから。もう二度とあんなバカな真似はしないよ。もう二度と、ね。何？どうしたの？いや、だから君は何も悪くないし、謝らなくていいんだってば。ほら、顔を上げて。急に抱きしめられたりなんかしたら、また勘違いしそうになっちゃうから。え？ずっと好きだったって、私のことを？まさか、あれ以来電話ですら一度も話してなかったっていうのに、そんなのありえるわけないよ。優しい君のことだから、きっと気を使ってくれてるんでしょ？ここで拒絶するような態度を見せたら、私が心を病んで立ち直れなくなっちゃうかもしれないって。でも、私は大丈夫だよ。遠慮せずに、今の君の正直な気持ちを伝えて。どんな答えでも、受け入れる覚悟はできてるから。そっか。本当に、ずっと私のことだけを思ってくれてたんだ。へえ、嘘つき。お姉ちゃんのことなんか忘れて、私だけを愛してくれるって約束したくせに。きょとんとしちゃって。まだ分かってないの？私だよ。私。あなたがずっとお姉ちゃんだと思って話しかけてた相手は、お姉ちゃんじゃなくて、私だったんだよ。もう気づいたでしょ？お兄ちゃん。はぁ、ショックだなぁ。まさかお姉ちゃんなんかと間違えられるとはね。最初、お兄ちゃんが私の顔見て、すぐあの人の名前を呼んだ時は、何が起きたのかわからなくて一瞬頭が止まっちゃったよ。とはいえ、その勘違いのおかげで、警戒されずに二人でゆっくりお話ができて、おまけにハグまでしてもらえたんだから、この幸運を神様に感謝しないとね。あ、こーら、勝手に離れようとしちゃダメ。自分から抱きしめてきたくせに。私さ、今すっごくストレス溜まってるんだけど、なんでかわかる？あれ？わからないの？おっかしいなぁ。今の自分の発言の中で、絶対にどこか心当たりがあるはずだよ。なんだろうね。私をあの人と勘違いしたことかな。それとも、4年間お姉ちゃんだけじゃなくて、私とも連絡を取ろうとしなかったことかな。実はね、どっちも外れなんだ。さっきも言ったけど、
勘違いされたことには、結果的にいい方に転んだからそんなに気にしてないし、ほとぼりが冷めるまで私から逃げようとすることもだいたい予想はできてたからね。じゃあ、何かな。ねえねえ、そっぽ向いてないでそろそろ何か答えてよ。それとも、本当に怒ってる理由がわからないの？わからないわけないよね。なんであの時私と永遠の愛を誓ったのに、まだあの人のことが好きだなんて言えんの？どうして生涯を共にするパートナーがいながら、当たり前のように他の女と浮気できるのかって聞いてんの？あっそ。私に仕組まれただの。無理やりお姉ちゃんと別れさせられただの。相変わらず言い訳だけは達者だよね。ほんと、4年前と何も変わってないよ。でも、無理やりだろうが、仕組まれたことだろうが。あの時お兄ちゃんは、ちゃんと自分の口で、私と結婚することを約束したんだから。ほら、このボイスレコーダーに、しっかり録音されてるもん。それだけじゃなくて、私たちが愛し合った声も、全部バッチリ取れてるし。はいはい、そうですか。仕方ない。このままお兄ちゃんと話してても埒が明かなそうだし。しばらく、眠っててもらうね。首の後ろ、ちょっとだけチクッとしたかな。この薬、ただ眠らせるだけで副作用とかはほとんどないから。安心してね。他のみんなには、やっぱりお兄ちゃんは来なかったって伝えておくよ。今までだって、突然音信不通になったりしてたんだし、納得してくれるでしょ。さて、誰も帰ってこないうちに、あの森の中の廃屋まで運び込まなくっちゃ。向こうに着いたら、二人の絆の再確認も兼ねて、まずはいっぱい愛し合おうね。4年分の私の思い、残さず全部ぶつけてあげる。ヤンデレ彼女のメンヘラ日記。最後までご視聴ありがとうございました。私、ずっと待ってたんだよ。お兄ちゃん。この動画のグッドボタン、押してくれるよね。かわいそうに。君がじゃないよ。彼女さんが。元カノさんが。だって、こんないい人のことを他の女に奪われるなんて。